ラクレスサスティ役の矢野雅人です。民は道具、私が国だ。いややっぱり特撮ものがこう長く続いてる理由っていうのが分かるぐらい、その反響だったり、毎週そのトレンドだったりもそうですけど、いうのはすごく感じますね。その皆さんがいろいろやっぱりラクレスって分かんない部分がいっぱいあるので、皆さんがおのおののラクレス像を想像してこう漫画にしたり絵にしたりするのを拝見して、それを見てすごいいろいろ面白いなと思いました。豆腐国行っても何も出してもらえてないラクレス草みたいなとか確かになとか思いながら、はい、嬉しかったのは本当この間の17話のオンエア後にたくさん見かけたので、ラクレス役は矢野雅人さんでよかったみたいなコメントがたくさんあったんで、そういうのはやっぱラクレスかっこいいとか、ラクレスなんか嫌いとかでも、僕からしたらなんか褒め言葉だったりするんですけど、それ以上にやっぱり、ラクレス役をやってる意味っていうのがなんかそういう矢野さんがやってくれてよかった、矢野さんじゃないとラクレスをできないとか、そういうコメントの方が嬉しいんで、それが17話直後に、たくさん拝見できたのはすごい嬉しかったです。はい、先ほどおっしゃっていただいた一言でめちゃくちゃバズりましたけどはい、あそこまで反応があると思わなかったですか？いや思わないですね。いやなんか1話2話3話とか最初の方って結構なんか印象的なセリフ多いのかな、確か。でも確かあのセリフのおかげで僕のファンの方はアカウント名になんか道具ってつけたりしてるので、なんか複雑ですけど、僕としてはあんまりね道具の皆さんとか言いたくないじゃないですか。でもだからそういうのも踏まえてやっぱ影響力ある作品だなって思います。だから自分がやったものが全部、その視聴者の方に伝わるし、それだけ大きなものになるっていうのは感じましたね。いやあれだから僕はっていうか、ラクレス的にはああいう表情しますけど、僕的には、キングオージャー始まってから女性キャラクターとあそこまで近い距離で接するってことがないんですよ。だから実際はちょっとドキドキしましたね実際はドキドキしましたし緊張しましたし、近って感じでしたけどそうですね、リタも姫野も座って2メーター3メーターぐらいの距離ですもんね。はい、そうなんですよ。あそこまで近いことないんで面と向かってちょっと照れくさかったですね大貝武装変身ポーズどうなるかってなった時に、ラクレスはいろいろごちゃごちゃやるよりはもうさっとこうスマートな方がいいよねっていう話になって、それアクション監督のジュンさんと話してて、で、僕が決めたんですね、最終的に。はい、ここでこうやるのもそうだし、ここでこうやるのもそうですけど、全部決めさせていただいたんですけど、決めさせていただいたというか、お任せしますっていう感じだったので、一回自分の中で何がいいかなって感じで模索してあれにたどり着いたって感じなんですけど、他のキャラクターにはない部分で僕が意識しているのは、さっきも言ったんですけど、この手先、その指先とかをすごい意識してるんですよ。なんでここもこうレバーがあったとしたら、なんかこういくんじゃなくて、僕はこの最初のここをこう開けるときはこうするんですね。
こういう風に上げないんですよ。こう上げてのこっちに今度来た時にこっちもこうじゃなくて、できればこの2本指だけでこう弾くっていう、めちゃくちゃ細かいこだわりが。そうなんですよ。そうなんです、はい、なんかそこもなんていうんですか、ちょっとしたこう大人のね色気みたいな、はい、子供にねそう要求するのもあれですけど、まあできればこれも見ないでこうできるようになるといいですよね。ここはまあ見たとしてもこっちは見ないでねやれると。はい、でもそれこそ僕のその変身ポーズ決めるときは神楽木とリタに見てもらったりとか、2人からなんか案出してもらったりして、ちょっとふざけながらもいやこんなラクレスは嫌だみたいなのとかやったりして結構楽しくやってますね。ちなみにどんなラクレスの変身ポーズ？もちろんあれがないからあれなんですけど、まあ、王者カリバーがあったとしたら笛みたいにこうやっちゃう大貝ですあともギターにしちゃう大貝ですあとなんかこう変身するときにみんなこうなんていうんですか、この琥珀みたいに包まれてバーンってなるじゃないですか、シュゴットにこうですか、あれに負けちゃうっていうみんなこうやってこうなってるじゃないですか。これだけど僕の場合は後ろからなの、後ろからがでもスピンオフはなんかって感じだったんですけど、通常時も普通にっていう負けちゃう意外と弱かったね、はい、っていうのをやったりしてました。ふざけてます、ゆずきちゃんが回らないお寿司食べたいですって僕に言って、僕がそれを聞いたら寝ちゃうみたいなくだりがあるんですけどあるんですよ、はい、それでなんかそれをみんなやってくれてたんですね。やってくれてたのに、でそれでエリカちゃんが入ってきたんですよ。それになんか全然違うこと言ってて、でなんか自分が寝ちゃったんですよ。違うで、エリカちゃんがなんか高い食べ物とか僕に食べたいですって言って僕は寝ちゃうっていうくだりだよって、違うと思って面白いんですよ。だからそうなんですよ。っておもろいです。キングオージャーおもろいです。いろんな意味で面白いですね。もう撮影入る時にスピンオフやりますっていうのを聞いてたんで、番組始まってないけどやるもんなんだと思って、でもすごいね、その本編には重要なスピンオフの話なんで、もう本当に本編同様の撮影の仕方っていうか、まあ大変でしたけどね。本編撮りながらスピンオフ撮ったりしてたんで、はい、なんでラクレスがねこう変身できるかとか、キングオージャーゼロとは何かとかね、いろいろ分かること多いと思うので、ぜひ見てほしいですね。はい、でもまあとてもお優しいお二人ですし、その普段はお茶目なところがあってでもやっぱり、役になるとピシッとして、僕も王として佇まいだったりとかは2人でこういるからこそより、王になれるというか、お二人のお芝居があるから僕もよりラクレスとして、お芝居が確立できてるなっていうのは感じます。1話で、まあ、これもスピンオフですけど、1話でベダリアが飲み込んだ飴が一体何なのかっていうのは3話で実は分かるものなんで、必ず3話を見てほしいと、まあ、本編は、まあ、皆さんの中でいろんな最悪な状況を今想像してるかもしれないんですけど、引き続きずっと見ててくれっていうことしか今は言えないですね。はい、これから先も、ますますキングオージャー、魅力がたくさん出てきますし、
いろんなまだまだ話や、その解決できてない部分だったり、回収できてない部分がどんどん明かされていくので、これからも注目して見ていただきたいと思います。そして、スピンオフ、ラクレソーの秘密、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。キングオージャー見てねー。